はい、こんにちは、テンパワです。今日は皆さんもご存知、こちらのキーボールをですね、2週間使い倒してみましたので、素直な、忖度のないレビューをしていきたいと思います。はい、それでは早速冒頭にお伝えした通り、こちらのキーボール、こちらはキーボールの44のシリーズになりますけれども、レビューをしていきたいと思います。で、今回のレビューで注目したい点、皆さんにしっかりお伝えしていきたいという点に関しては、このカラムスタッカートの分割キーボードが使いやすいのかという点になってまして、特にこの親指のところに設置されているこのトラックボールも含めてですね、使いやすいのかどうかというのをしっかり素直に忖度なくお伝えしたいと思ってますので、良い点悪い点含めてしっかり今回お伝えしようかなと思ってますから、このキーボードを購入しようかなって悩んでる人も含めてですね、ぜひ最後までご覧になっていただいて、このキーボードを購入するかどうかとかっていうですね、参考にしていただければと思います。ちなみにテンパパ TV ではこんな感じでキーボードの紹介定期的に行っていますので、見逃したぜってならないようにぜひチャンネル登録していただいて最新動画チェックしてもらえればと思います。それでは本編スタートです。はい、まずはキーボールとは何なのかという話からしていければと思うんですけれども、キーボールというのはですね、白金ラボさんというところが販売している分割キーボードのことになりますという感じです。で、キーボールには3つの種類がありまして、キーボール39とキーボール44とキーボール61という風にキーの数によって違うキーボードが用意されています。で、それぞれの違いに関しては先ほど申し上げたようにキーの数の違いという形になるのですが、キーボール44と39の違いというところはここの部分にですね、一番端っこのところにキーがあるかないかというところが、基本的に大きな違いかなというところになっています。一方で61と44はかなり違っていて、この一番上のところにここに数字のキーがあるかどうかという違いで、44と61ってこの数字の違いかなり大きいと思います。39と44は5個しか違わないわけですけれども、それぐらいこのキーボードの数のところでですね、違いが出てくるという感じになっています。でもちろん61になればその分キーが増えるので大きくなるというところで、39になるとさらにコンパクトになるという感じになってまして、私は全部晒してもらった結果、44が一番バランスがいいかなと思って44を今回使い倒してみたという形になってます。この辺は本当に好みだとは思いますけれども、皆さんもですね、バランスがいいのは44になりますが、とはいえミニマリストでいくってことは39だし、この数字の列がマストだぜっていう人は61になるかなと思いますので、その辺はお好みで選んでいただけるというふうに思っております。それではですね、ここからはキーボールの特徴というのをですね、この後次のチャプターではご紹介していきたいと思います。はい、それでは早速今度はキーボール 44の特徴というのを6つですね、ご紹介していきたいと思います。まず1点目なんですけども、キーの数という点は先ほども申し上げてはいるんですけれども、44個あるよというところがこのキーボードになります。で、私がいつも利用しているこのオーソリニアのキーボードは、こちらはですね、47個のキー数になりますので、これよりもさらに3つも少ないというところが、このキーボール44という形になっているという感じです。で、このキー数については、私の手がちょうど届くかなと見ていただけると思いますが、うまく手がすっぽりはまるような感じになってますので、44はこれぐらいがいいなと思いました。39ももちろん44が当てはまるということははまるんですけど、61になるとかなりですね、このポジションから上に行かなきゃいけないので、結構遠いなというところが、手を動かさないと無理だなと思って一旦61は避けてますが、とはいえやっぱりこの数字が必要だという方もいらっしゃるので、そういう方は61がいいのかなというところは思ってはいます。で、このトラックボールなんですけども、ここにあります。この右側のここにあるという形になってまして、このトラックボールの横にあるこのキーとかってなってくるとかなり押しにくいので、この辺に関してはほとんど使わないキーを割り当てるというふうに私はしていますし、多分皆さんもそうなるのかなと思います。で、あとは打っていての感想というか気づきなんですけども、この上の部分ですね、トラックボールの真上というのは結構打ちにくいというか、慣れないと打てないなという感じなので、こう打っていてトラックボールをやっててってなると、ここの手がですね、こっち側にちょっと寄るんですよね。こんな感じで、この中でここの部分を押そうとすると、爪を立てるような形になってくるので、そこの部分は打っててみたいな感じなので、結構ですね、手をなんだかんだ動かす、全く手を動かさないというよりは、立てたりとかっていうのは多少の移動は必要なんだという点は、この誤解のないようにというか勘違いのないようにお伝えさせてもらえたらなと思います。これちなみに使う前にはですね、もう本当に一切いらないだろう、動かさなくてと思ってたらそんなこともないので、その点は
勘違いないようにご注意いただければと思います。続いて2点目なんですけども、見りゃわかるんですが、分割キーボードというところがこのキーボード44の特徴という感じになります。で、分割キーボードのメリットといえば、肩が疲れない、肩が広がるので疲れないという感じになります。今ちょっと皆さんに見えやすいようにこうやってちょっと狭めて置いてますけど、実際使うときはこれぐらいかな、ちょっと画面から出ちゃいますけど、これぐらい離して、これぐらい離してですね、どのぐらいだな、10センチぐらいかな、は離して使ってるような感じになってます。そうする方がやっぱり、ここに画面を置けますし、肩が開いて打ちやすいので、こうやって少し開いて打つような形に分割キーボードならではの形で打ってるという形にはなります。ただもちろんこれどうしても時間はかかるかなと、慣れるまでですね、かかるとは思ってますので、その点は多少の慣れは必要ですけれども、とはいえ肩を広げて打ちたいという方には非常に嬉しいレイアウトなんじゃないかなと思ってます。続いて3点目というところなんですけども、カラムスタッカートという配列をしているというところはこの特徴かなと思ってます。見ていただいて分かるように、このですね、アルファベットのところが縦にずれてる、カラムですね、にずれてるのが分かるかなと思います。で、あまり意識したことないかもしれないですけど、私がいつも使っているこれはオーソリニアといって、本当に格子状になっているものと、あとは皆さんが本当に一般的に使われているのはロースタッカートですね。こんな感じでちょっと入りきらないですけども、このローで横にずれてるものになりますので、これは一般的なものになりますが、少なくともキーボードに関してはカラムスタッカートという形の配列になっているよという感じになってます。で、ぶっちゃけこれ打ちやすいのって思うと思うんですけれども、これはもう人によりますというところと慣れしかないですと思っておいてもらうといいんじゃないかなと思ってます。で、おそらくここがですね、カラムスタッカートになっている理由は2つあるかなと思っていて、1つ目はもうここにトラックボールがある以上ここを動かさないといけなかった、上下に動かすしかなかったというところが1点目なんじゃないかなと思ってます。で、2点目はこのですね、横にロースタッカートにしてしまうと、ここにの横の部分が広がってしまうので、コンパクトさを保つという以上ロースタッカートじゃなくカラムスタッカートにしたんじゃないかなという形の推測をここから見て取れるかなと思ってますので、もちろんおそらく皆さんはロースタッカートに慣れてるとは思うので、カラムスタッカートに慣れるには多少時間がかかるとは思いますけれども、とはいえ私自身も1週間くらいすればこの辺慣れてきました。とはいえその1週間分は結構タイピングミスがあったので、そこら辺はやっぱ慣れたなというところですけれども、とはいえこんな形でカラムスタッカートになってるんだというところをですね、しっかり認識してもらえるといいんじゃないかなと思います。次4点目なんですけれども、このトラックボールというところは確実に特徴だなと思ってます。で、このトラックボールがあるなしで随分キーボードライフ変わるなと思ってまして、これがあることによって本当にキーボードから手を離す必要がなくなったという感じです。で、僕はいつもは普段はこういうエレコムのヒュージという、トラックボールを使ってやってるんですけれども、これがですね、この中指と人差し指で動かすようなトラックボールになってたので、それを親指でやるということに結構抵抗感があったりとか、この親指のところが痛くなって腱鞘炎になっちゃうんじゃないかなという心配が結構あったんですけれども、最近なんだかんだですね、この懸念していたことは全く意味がなくて、本当にスムーズに使えてますので、腱鞘炎みたいなことが痛みを発することなく使うことができているというのがこのキーボードだなというところです。で、細かい操作ですね、例えば小さいボタンを押すとか、やっぱその画面の両端を選んで、画面の端を選んで拡大縮小するみたいな、そういう細かい操作に関しては少しこのトラックボールに慣れが必要なんですけれども、慣れてしまえば、そこそこ使えるようなトラックボールの精度感になってるかなと思いますというところと、このキーの速さっていうんですかね、矢印の速さに、ポインターの速さに関してはこのキーボールの特有のキー設定で変更することができますので、速くしたり遅くしたりという設定はできるというところはご安心いただければと思います。で、続いてなんですけど、この親指キーというところはですね、本当に特徴的かなと思っております。で、右側に2つ、左側に3つついているような形で、ここにどのようなキーを当てはめるかというところになりますが、私はコマンドキーとかエンターキーとか、あとはバックスペースといったところで、基本的にこのいわゆる一般的なキーボード、これ一般的じゃない配列ですけど、とはいえここのところにあるのをここに割り当ててるというところと、あとはこの端っ側ですよねにあるやつをここの部分に割り当てるということが一般的な割り当て方かなというところにはなってるという感じになってます。ただこの親指のところにあるだけで随分自然に打てるなというところがあるので、こう手を置くのでここに親指があるってなると、この親指で打てるというのは結構嬉しいなというところがありますから、そういう意味でもここに親指のところにキーが配置されてるのはなんていうかな、よく考えたというか、すごいなっていうそんな感じになってます。ただちなみになんですけども、今皆さんに見せるように少し狭めておいてますけど、これ広げて打つときにやると、ここのですね、右側で言うとこの端っ側で、この左側で言うとやっぱこの X のところは少し手が動かさないと
難しい部分、特に手が私比較的大きい人なんですけど、ちっちゃい人はここはですね、少しこう手を物理的に動かさないと届かなかったりするので押しにくいというところはありますから、このキーを割り当てる時にもですね、できればこの A のところとか、ここですね、はい、とかここの部分ですねに比較的頻繁に使うキーを押してあげる方が、置いてあげる方がいいのかなということは考えてます。最後にですね、OLED ということで、こちらに小さなディスプレイがあるのかわかるかなと思います。はい、こちらにこんな感じでディスプレイを表示させることができて、こっちはですね、そのポインターの位置が書いてあって、こっちがなんかこうアイコンを置くことができるみたいな感じで、この辺も設定が可能という感じなので、この辺はですね、遊び心があるキーボードになるんじゃないかなと思いますから、なくてもいいという人もいるかもしれないですけど、遊び心という点に関してはすごく面白い、機能になってますので、この辺も特徴の一つかなという風な形で取り上げさせていただいたという感じです。以上がですね、このキーボール44の、特徴6つになるんですけれども、いかがでしたでしょうかという感じです。通常のっていうか一般的なという風に言っていいのかなのキーボードと違って、やっぱりかなり違うのが分かっていただけたかなと思います。次のチャプターではですね、このキーボードの打鍵感、打鍵音について解説していきますので、ぜひ次の章をどうぞ。はい、それではですね、ここまでキーボールの特徴をお伝えしてきましたので、ここからはキーボール44の打鍵音を聞いていきたいと思います。で、打鍵音を聞いていただく前に先にお伝えしておくとですね、キーボールを購入する際にはキーボールのケースっていうのは用意されておりませんので、こんな感じでもうむき出しで作るという感じになってます。なので別途キーボールのケースをですね、用意していただく必要があるという感じになってまして、でもこのケースは白金ラボさんが用意しているというよりは、他のサードパーティーというか他の有志の方々が作って販売されているという感じになりますという感じです。で、今回のキーボールも見ていただいたようにむき出しになってますので、その点はご注意いただければと思います。ちなみにこのキースイッチですね、カイルのロメアン・ジュリエットというスイッチになってまして、キーキャップの方はポリカーボネートの透明のキーキャップ、一応端とかにはアルティザンキーキャップついてますけども、こことかも PBT のものついてたりしますけど、基本的にここで打った音をですね、聞いていただければと思います。で、今回に関してはテンティングありとなしでの打鍵音打鍵感も聞いてもらえればと思いますので、ぜひ楽しんでください。それではどうぞ。はい、打鍵音打鍵感いかがだったでしょうか。やっぱりですね、打鍵音追求するなら、もうケースは別途購入するなり工夫しないとなかなか難しいなと思ってます。で、やっぱりケースのありなしで当然ながら音がですね変わるのは間違いないので、その点こだわり出すと止まらないわけですけども、とはいえ音を追求したいのであれば、そこのケースのところはですね検討いただければと思います。で、またですね、今回、テンティング皆さん見ていただいたように挑戦したんですけれども、打ちやすさという観点からすると、今もしてますけど、絶対テンティングした方がいいです。間違いないです。で、やっぱり自然の手の置き方って、こう手ってこう置くじゃないですか。
なので基本立ってるんですよね、手を。なので今僕はこれだけの角度しかつけてないですけども、究極論かけてる人はこれぐらいまで、もう手の自然な形までテンティングする人もいるといえばいます。ただそこまでやろうとすると、かなりですね、多少の改造が必要になってくるわけですけども、とはいえ、多少なりともテンティングする方がいいかなと思いますし、テンティングする際はですね、改造必要になってきますけども、そのパーツだったりっていうところは全然変えるものでもありますし、あと裏側に、ここに見えますかね、はい、ここに一応ゴムがついてるんですけども、ここでやっぱり止めてあげないと、テンティングした時にここの部分がないとどんどん動いちゃったりします。あとはもうこういうデスクマットっていうんですかね、を敷いておかないと、これも滑っていく原因にもなりますので、テンティングをするのはいいんですけれども、とはいえ滑る可能性があるというところで、滑らないような工夫としてのデスクマットだったり、キーボードの裏のところに何かゴム足を置いたりというところはですね、ぜひ工夫していただくといいのかなと思います。はい、それではですね、ここからはプロ&コーンズという形で良い点悪い点というところをしっかり素直にですね、忖度なくお伝えできればと思ってます。で、まずはいい点ということで3点お伝えしたいなと思ってます。まず1つ目は、もうキーボードから一切手を離さずにタイピングできるという点は間違いなくいい点だなと思ってます。で、やっぱりトラックボールこんな感じでついてますし、レイヤーを切り替えることで右クリック左クリックもできます。これ実はこのレイヤー3ってところに行って、私は割り当て次第ですけど、ここを右クリック左クリックにしてるんですけれども、こんな感じで本当に手を離さずとも右クリック左クリックも含めて、あとドラッグ&ドロップも含めてできるというのは非常にいいなと思ってまして、私の分割キーボードの歴史としては、はい、こちらのボイジャーがありましたけれども、こちらですね、トラックボールがなかったので、マウスをどうしてもどっかに置く必要があるんですが、これが解決されたというのはめちゃくちゃ大きいかなと思ってます。で2点目なんですけども、肩が広がるので肩こりをする方には丸だなということはお伝えできればと思います。でやっぱり先ほど申し上げたように、今はちょっとこう皆さんに見えるようにちょっと狭めに置いてますけども、実際やるときはもう少し10センチぐらい開けてですね、こうやって、はい、タイピングをしておりますので、やっぱりそんな時には自分自身の肩が広がってるっていうのは実感できます。で広げるための TRRS ケーブルは確実に用意する必要がありますが、80センチ、私これ80センチ、自在スタイルさんのを買って使ってるんですけど、これ80センチのものを購入していまして、80センチぐらいあればですね、この間に PC を置いたりってしても、この外を回るなり、上を通すなりでもできるので、80センチぐらいはあるといいんじゃないかなと思います。もちろんこれを直線でつなぐというのはミニマル的にはいいですし、ケーブルがぐちゃってならないのは嬉しいんですけど、とはいえ大は小を兼ねるということで、もし買われるようであれば長めの80センチぐらいを購入するといいのかなという風なところはあります。であとはその肩こりという面に言えば、先ほどのマウスのところトラックボールの話しましたけど、マウスとのこの移動というのがなくなるだけでもやっぱりここでずっと同じ位置で動かせるという点に関しても肩こりを減らせる可能性があるというところは言えるかなと思いますので、その点のですねペインの解決、痛みの解決ができるのは嬉しいところじゃないかなと思いました。続いて3点目というところなんですけど、マウスが消えるので机がすっきりするよというところは間違いなく言えます。でやっぱりここにトラックボールがあるかどうかでマウスがもう1個用意されるかどうかって全く違うと思いますので、もうなんかこうなんていうんですかね、びっくりするぐらい綺麗になります。そこは間違いなく言えますので、もうすっきりした机を作りたいという方はこのトラックボール付きのキーボールをお勧めするという感じになってます。続いてダメな点ということで、こちらしっかり素直に伝えていきたいと思うんですけど、3つあるかなと思ってます。まず1点目なんですけども、やっぱ打鍵音を楽しむということはケースをつけない限りはできませんので、そこはですね諦めましょうという感じです。で先ほどの打鍵音のところでも聞いていただいてなんとなく分かったと思いますけど、やっぱりケースなしだと打鍵音が気持ちいいっていうレベルには上がってこないと思っておいた方がいいかなと思いますので、音もこだわりたいぜっていう人はですね、プラスアルファの工夫としてのケースっていうのはぜひご検討いただければと思います。で2点目なんですけれども、慣れるまでに時間がかかるというのは間違いないかなと思ってます。で私の実体験上、このロースタッカートからですね、このオーソリニアに行く時もある程度時間かかりました。ただこれは 2,3 日すれば結構慣れたんですけど、このカラムスタッカートになるプラス分割っていうこの2つの組み合わせが入ってくると、1週間は最低でも取っとかないと、使い倒さないとですね、ブラインドタッチも含めて利用難しいなと思っていてもらうといいんじゃないかなと思います。なので皆さんも乗り換える際に覚悟を持ってやーっていう感じで、もう後戻りができないくらいの背水の陣で挑んだ方が使いにくいな、やめようかなってなっちゃう諦めの原因になりますので、そこはですね1週間ぐらいは最低でもかかるよというのは考えておいていただくと、バッファを取っていただくと諦めずにこう使いこなしができてくるんじゃないかなと思います。最後に3点目というところなんですけども、このトラックボールの精度っていう部分に関してはそこまで
いいということじゃないよというところをお伝えできればなと思います。慣れの部分もかなり大きいとは思いますけれども、とはいえ、どうしても先ほども申し上げたんですが、ちっちゃい操作のところでですね、どうしてもちょっと細かい動きに慣れずに、ってなっちゃうようなことが何度もあったので、その点の部分に関しては、慣れが必要だというところは確実に言えるかなと思います。で、ここはですね、先ほどの2点目につながるんですけども、配列、カラムスタッカートであり、分割キーボード、そしてトラックボールというこの3つの全く違う世界に飛び込んだ時に参りましたっていう感じになっちゃわないように気をつけていただければと思います。なんか投げ出す人いそうだなというのが思ったところです。高い買い物だと思いますし、せっかくハンダ付けして頑張っていくのであれば使い続けたいという気持ちはあると思いますので、そういう意味でもそこら辺のところはですね、使い続けるためにはある程度の覚悟を持って切り替える。こっちをずっと使い続けるぜという覚悟を持ってやっていただくと確実にいいんじゃないかなというところがこれを使ってての感想という感じです。それでは次のチャプターですね、このキーボードにレイアウトを当てはめるリマップの使い方について簡単にはなるんですけどもお伝えしていければと思います。はい、そしたらですね、キーマップの使い方簡単にお伝えしていければと思います。で、まずはですね、キーボードを、作るという形にしていかなきゃいけないので、まずリマップを開いていただいて、キーボードというところがおそらく出ると思います。そしたらこれをポチッと押すと、ここにデバイスが表示されるので、ここでキーボードを押していただいて、接続というボタンを押します。そうすると、はい、こんな感じでキーボードのマップが出てきますので、これで加えていくというような感じになってます。はい。で、基本的に多分なんですけども、レイヤーとしては4つですね、0、1、2、3という形になってきますので、このレイヤーを使い分けるという形になるのかなと思います。あとは、ここにですね、こんな感じで何のキーをやってるかというのをやっていくという感じなので、例えばここに A だったら、A って入れてもいいですし、ここにある A をですね、グイーって持ってって A とするのが OK ですという感じです。で、こんな感じで、例えば A とか S とかっていう形で持ってってですね、このキーを入れていくという感じです。例えばこれで S に S を入れたんですけど、ここに Z のところに入れるとこんな感じで S になってきますし、そうすると今度変えるとですね、ここにフラッシュというのが出てくると思いますので、ここからフラッシュというのを押すと、このつないでいるキーボードに書き込みが行われるという形になるので、非常に直感的で分かりやすいソフトウェアなんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですね。これはですね、一回バツってやんなきゃダメなのかな。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じです。で、変更がないとこのフラッシュも消えるという感じになりますので、こんな感じの使い方をしていくというところです。で、例えばこのキーとかだと、はい、こんな感じですね。タップ&ホールドみたいに選ぶこともできます。ここで先ほどの、例えば Z とかだと S ということで、ここにキーって出てたんですけど、ここにタップ&ホールドというのを設定することができて、タップしたときは J、ホールドしたときは何々という形で、ここはオルトを設定してるわけですけども、こんな形でタップ&ホールドっていうのはかなり使いやすいので、皆さんもですね、使っていただくと、ここの部分がですね、なんていうか一気にキーのマップの可能性が広がるという感じだなと思ってます。ただ注意していただきたいのは、例えば押し続けるキー、シフトとか Windows キーとか、なんかこういうものに関してはタップ&フォールド設定してしまうと本来使いたいような使い方できませんので、そこは注意いただければと思いますから、エンターキーとかスペースキーとかバックスペースとか、こういうですね、タップで終わるものに関してはこの使い方ができますというふうに思ってもらえればと思います。で、他にですね、使い勝手があるやつに関しては、例えばこれとかだとですね、このスペースキーと Win コマンドっていうのをこう割り当てることができます。これ何かというと MacOS の時の入力切り替え、英語と日本語の切り替えのところに私使ってるんですけども、こんな形でキーにスペースを配置して Modifier というところで、レフトライトのコマンドとかっていう形にすると、これを1個押すだけでそのキーを2つ押したことになるというような設定ができますので、そういうような形をしておくことによって、例えばここは Windows における日本語と英語の切り替えのキーを配置しているんですけども、こういうような作り方もできますので、この辺は非常に使い勝手があるというふうに思っていますという感じです。で、あとはこの辺もですね、結構便利なんですけども、ここはですね、先ほどの8とシフトというところで組み合わせてるんですが、ここは何がいいかというと、何を入れたいかっていうのが出るんですよね。なんで、つまりこの8の部分とシフトってキーボードで言うと見ていただくと分かるんですけど、これ押すと、アスタリスクが入るんですよ。これがこのちゃんと表示として出てくるので、私が設定したものが何を出そうとしているのかというところが見えるというのはですね、結構分かりやすくていいなって思ってます。もうあとはもう皆さんお好きにですね、レイヤーを設定してもらえればと思いますので、例えば私の場合だと0のところから1、2、3にもちろんいけるようにして、1のところには数字とかファンクションを置いて、2のところには
こういったショートカットキーだったりとか、あと記号系を置いてあったりとかっていうところと、3に関してはここはキーボードの設定のところになります。例えばこれがマウスのボタンで、右クリック左クリックにしますとか、そういうようなキーボード周りの特殊なキー配置をここにしてるんですけども、こんな形の使い方をすることによって、キーボードをですね、快適に使うことができますので、レイヤーとしては4つあるわけですけれども、さらにそこでもタップ&ホールドだったりっていうところをうまく駆使することによって、いろんなかなりのレイヤーというか機能を割り当てられることができますので、この点は使いこなしていただくとですね、非常に面白いんじゃないかなと思います。はい、リマップの使い方いかがだったでしょうか。最後にここではですね、キーボードを使うためのポイントを4つお伝えして締めくくっていきたいと思います。まず1つ目は常にですね、キーマップを変更するという感じです。で、僕は先ほどご説明したリマップを常に開いていて、ここやだなと思った瞬間にその都度書いてきました。それぐらいしないと使い慣れないんですよ。なので、特に初めの時はですね、2、3日は本当に20回ぐらい変更してたので、どんなキーマップを最初にどんなに考えても、結果使ってみると違うってなりますから、その点はですね、もう使い続けながら変えていくという覚悟でやっていただくといいかなと思いますから、ブラウザで簡単に変えられますので、そういう意味でブラウザさえ開いておけば全然問題ないんですけど、簡単に変えるという前提で捉えていただけるといいのかなと思ってます。そして2点目というところなんですけども、テンティングは必ずした方がいいよというところはお伝えしたいなと思ってます。この快適度っていうんですか、キーボードを使う快適度が、2倍は最低変わります。めちゃくちゃテンティングした方が使いやすいです。なのでやっぱり変に地面に対して手を置くよりも少し角度をつけた方が確実に使いやすいですし、打ちやすいので、その点はですね、テンティングをする前提での改造、こういうような角度をつけるやつだったりとか、ゴム足っていうのをですね、つけていただくというのは確実にしていただければいいんじゃないかなと思います。続いて3点目なんですけども、TRRS ケーブルの長さに関して先ほどちょっとお伝えをしてるんですけども、80センチぐらいがいいかなと思ってますので、その点はぜひ快適に使うという意味では考えていただければと思います。短すぎると先ほど見たようにスッキリはするんですけど、例えばこれだけでいけるのはスッキリするんですが、ただやっぱり回したいとか、ちょっと手の肩の幅を広げたいとかっていうケースが確実に出てくると思いますので、その子も含めてですね、やっぱりちょっと長めに取っておくといいのかなと思います。で、このケーブル、先ほども言いましたが、時代スタイルさんのものになりますので、この URL に関しては概要欄に貼っておきますので、気になる方チェックいただければと思います。最後に4点目というところなんですけど、この親指のキーのところに関しては、背の低いキーキャップのプロファイルを取り付ける方が痛くないよというところをお伝えできればなと思います。で、私はこのチェリープロファイルのものを反対に取り付けて使ってる感じなんですよね。ちょっと見ておかしいなと思った方もいらっしゃると思います。こうしないと結構ここをですね、この親指の腹っていうかなところで打ったりするので痛いんですよね。ここが尖ってると。なので、ここの部分に関しては背の低いキーキャップのプロファイルを使っていただいて、使われる方がですね、より快適にここを教えるかなと思いますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいなと思います。はい、以上がですね、キーボードを使うための4つの快適ポイントというところになりましたけども、いかがだったでしょうかという感じです。ここまでですね、キーボードに関して思う存分、私が感じた2週間でですね、使い倒して感じたことを存分に皆さんにお伝えしてきた感じです。キーボードへの理解だったりとか、メリット、デメリットっていうところをですね、皆さんがご理解いただければ伝わったら嬉しいなというふうに思ってます。どうしてもキーボード、ハンダ付けが必要になりますので、いろいろ悩むかなと思いますので、今回の動画が少しでも購入するしないとかっていうところのですね、判断軸に、なってくれれば非常に嬉しいなと思いますし、何かご不明点あればコメント欄からお寄せいただければと思います。それでは最後にということで、今回の動画面白かった、役に立ったという場合にはぜひいいねボタンよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今後もテンパパ TV ではこんな形でキーボードのご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録していただいて、見逃したぜってならないようにしてもらえればと思います。またですね、こういう企画で、動画作ってほしいということあれば、コメント欄からお寄せいただければと思いますし、過去に、上げたですね、キーボードの再生リストに関しては上のところに貼り付けておきますので、ぜひ参考にいただければと思います。それでは本日は最後までご覧になっていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さよなら。